皆さんこんにちは、小出曲げです。3月14日はホワイトデーでしたね。ということでティラミス作っていきます。レシピは概要欄のリンクからどうぞ。材料はこちら。マスカルポーネチーズを買うのは人生初です。まずはスポンジケーキを作っていきましょう。レシピは小麦粉の袋の裏に書いてありました。そのままいきます。まずは卵を卵黄と卵白に分けます。両方とも使うので捨てないように。スポンジ用砂糖のうちまず3分の1を卵黄と混ぜます。白っぽくなるまでとの曖昧な表現に従い、白っぽくなった気がするところまで混ぜました。次は卵白を角が立つまで泡立てます。ハンドミキサーを使えとありますが、そんなものは我が家にないので必死にかき混ぜます。これ以上かき混ぜると腕が取れるので、この辺りで残りの砂糖を少しずつ加えていきます。並行してバターと牛乳をレンジで温めておきましょう。砂糖と卵白が混ざったら卵黄と合わせ、ゴムベラでさっくりと混ぜます。泡を潰さないようにだそうです。小麦粉を数回に分けて混ぜ、温まったバター、牛乳とバニラエッセンスを手早く混ぜれば生地は完成です。シートを敷いた型に生地を流し込みます。ケーキの型はないのでグラタン皿で。なんだか違う気がしてきましたが、もう引き返せないので焼きましょう。180度のオーブンで30分とのことですが、オーブンはないのでトースターで焼きます。焦げてしまうのでアルミホイルをふわっとかぶせておきましょう。ここまでで使ったボウルを洗い終わったら第2ラウンドクリームです。まずはコーヒーシロップを作ります。ミキサーはないがエスプレッソマシンはあるのが小出家。作ったエスプレッソに砂糖を溶くだけです。次はクリーム。ここでボウルを2つ使うので先ほど洗い物をしておいたんですね。一切ピントが合っていませんが、マスカルポーネチーズと砂糖をしっかりと混ぜたものです。別のボウルに生クリームを入れ、角が立つまでハンドミキサー、そんなものはありませんが泡立て器でもなんとかなります。角が立ったら先ほどのマスカルポーネを半分ずつ混ぜていきます。滑らかになったら完成です。写真撮るの下手かな。そろそろスポンジケーキが焼き上がります。できたのがこちら。スポンジ要素薄めですが美味しそうなのでよし。それぞれを半分の厚みにカットします。タッパーに生地を1枚セットし、コーヒーシロップを染み込ませます。お察しの通りコーヒーシロップが足りていませんが、気がつかないまま次の工程。クリームの半量をまんべんなく塗ったら残りの生地をかぶせ、またコーヒーシロップを染み込ませます。残りのクリームで蓋をしたらタッパー2つ分のティラミスが形になりました。冷蔵庫で3時間以上冷やし固め、ココアパウダーをまぶせば完成。よっしゃ、食べていこ美味しいね。美味しいんだけど、すごいお腹にたまるね。生地の部分がギッチギチに詰まってる。メレンゲのふわふわが足りなかったのかも。ハンドミキサーなかったっけ？ほら、ボウルの上に。